今回はロダンに使う五徳レクターについて語っていこうと思います。うん、こんにちは、三蔵工務店の三蔵です。三蔵工務店あっちゃんです。どうも。どうも。3月ですね。3月だね。なんだかんだ今年始まってあっちゅう間。あっちゅう間だけど雨も多いね。雨も多いし、あったかくなったり寒くなったりね。具合悪くなっちゃうよね。そんな中でね、この間、でもね、ロダンナイトね、はい、とりあえず来てもらった方には本当に感謝で、そうですね、ありがとうございました。過酷なロダンナイトに来ていただいた方には最後に集まれなかった過酷すぎちゃって雪降っちゃってね、最後ね、あんな過酷になる予定じゃなかったんだねもうちょっと楽しめるかなまあ楽しんだんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後ご挨拶できなかった方、失礼いたしました。また懲りずにね、ちょっと2回目やりたいなって話もしてるんで、ね、もうちょっと盛り上がってやっていきたいと思います。はい、またよろしくお願いします。ってことで今回ほかばな、ついに来ましたね、はい、これもう今何回目ですか？ほかばなって。ほかばな5回目。5回目？ 5回目になります。もう5回目か。はい、まだネタ尽きないから大丈夫だと思うんですけど、俺でもちょっとさっき打ち合わせで思ったんですけど、これやっていくの結構なペースでやってるじゃないですか。やってます。追いついちゃう追いついちゃう時は再放送再放送いや開発どんどんしないとなと思ってドラゴンボールの再放送みたいなそれ何回もいけるね。何回もやりますねよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとアイアンテーブルのこの間ほか話した時に、コメントやっぱいっぱいいただけて、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったですね。パワーになります。あっちゃん的ランクルレビューはコメント全然なかったですけどね。ちょっとかっこよ路線でも好きではない人からのこのコメントだったんで俺は好きだったよ。別にどうも思わないとかさ、俺もね見ててひどいなって自分で思ってた。なんともないですとか言ってでもあれね本当に俺もそうだけど好きが高じてランクルってなってるだけだからランクルマニアからするとどこまで知ってるかっつっても完全なズブのど素人になっちゃうんで、もっとど素人っていうかそもそも目線に入ってない人からのそうねだから嬉しかったよ。そうすごい俺が欲しくてとかじゃないから、やっぱね語れないというか、語れないね。まあ話はここら辺で今日はこれレクターの話について。そうですね。これはね、いっぱい語れますよ。語れるかな。いやもう相当考えて。本当？結構時間かかりましたからねレクターは。ではこのロダンに使っているこの五徳のレクターっていうんですかね、ご存知ない方も結構いらっしゃるかと思うんですが。そうですね、レクターだけ聞くと何ぞやってなる。そうだねなんとなくこういう風に見ていくとあれって思う人が気づいてくれる人がいるかもしれないですよね。そうですね。それ後半にちょっとねはい、そうですね。言ったら五徳です。はい、五徳です。ということでレクターについてのお話をしていこうと思うんですが、先ほども言った通り知らない方もいると思うので、そこら辺も詳しく。そうですね。これからちょっとロダンを検討してるっていう方とかね、にはぜひセットでっていうのがおすすめなので、そういった知らない方にも分かるようなちょっともう一回レクターの説明だったりとか、あとは使っていただいてるヘビーユーザーさんとか含めて見ていただきたいので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速本題の方に移りたいと思うのですが、そもそもなぜこれを作ろうかと思ったというところから言っていきましょうか。そうですね。これ時期ね。時期っていうと、いやもうロダンできてすぐですよ。なんなら最初からやるつもりはあったんでね。そう焚き火台作ったのに五徳ないってみたいなね、もう暖炉みたいなロダンができた時点でこれで完成じゃないの、飯作れねえじゃんみたいなね。そうとか、あといつもお湯沸かすじゃない必ず、でその時にケトルを置けないとかっていうのはもう一番最初からあったんで決まってた。ただこの上に乗せるのとかいうので、この溝はね最初から何かしらこういうことをするだろうっていうことではの溝はあったんだよね。ありましたね。
ただ何に使うかは決まってないけど、どんな棒なのかとかも何も決まってなかったので、そうですね。ここも苦労したっちゃしたよね。でそもそもね五徳作ろうっつってこの棒をこうなんていうの組み合わせるっていうか、っていう発想はあばらはなかったよね。なかったんですよ。なかった。全然もうなんなら全然ない。もうこういうこれぐらいのイメージだったのかもしれない最初ね、そう、最初ちょっとね、そう今回のこれの収録の前にちょっと話した時に三節棍作ったよねっていう。作ったなんかつながっててこうなんかね棒になっててさヌンチャクみたいなやつね。それでいけるんじゃないのと思って、それはねまずここにはまんなかったんだよね。なんだかいやもはやあれどうやって使おうと思ってたんだかも覚えてない、こうみたいな。そうなんか 3ZO だから、Z でなんかこうこうかけたりとかできるよっていうものだったね。この折りの角度で変えて、いろんなところでこうできるようだったんだけど、まあできたらダサいめちゃくちゃダサい。そうね。うちらなんで最初いつも作るのダサいんだろうね。そういえばね、まあでもイメージからやっていくんでイメージ通りにならないんだよね。そうでもそっから結局こういうの行き着いてくるんで、自分にこうピンチに立たせるっていうことでね、軽くやるけど最初にピンチになってくるっていう。そうですね。でその後にこれもね一回休憩してるんですよ、この開発。はい結構な期間、はい、ずーっと考えてるけど、それがね良かったのがね、ミヤさんの38エクスプロさんの38グレートじゃない、そうです38グレート言ってテーブルにもなるし、ちっちゃなねこういう伸び縮みするからね、ここちょうどよかったんだよね。そうちょうどよかった。これ伸ばしてこうはめるのに、はい、ただ考えるの嫌になっちゃってこれであちゃんこれでよくねっていうしばらくねあれ使ってたんですよね。使ってた。今も車に必ず乗せてる。俺もねずっと真っ黒になったやつそうなんだけど、でなんか初期の頃は確かまだない時にユーザーさんが五徳なんか合うのないんですかって言われて、そう38グレートですよってらいう、高いのはこれには使えない。そうみんな使わないんだよね。あれを五徳に使う人がいないってミヤさんも言ってたそうぜひ使ってくれって言ってくれて、俺はだからずっと使ってたけど、白い目で見られる、だから知らない人からするとみたいなねそれ五徳に使っちゃうのみたいなね。あれでもそれで正解なんですよ。でもそもそも、そういう用途になるようにも作られてるんですもんね。でも俺も普通にカツは使わないかな、五徳に。もしかしたらもったいないじゃん。もったいないけど、だってここに合う五徳がもうそもそもなかったから、あれしかなかったそうなので、ちょっと自分たちの中であれがすごい快適に使えてたから、ちょっとね満足してて、そういいんじゃないのみたいな。多分ねミヤさんにも相談したのよ。なんか作れないかな、みたいなので。っていうのがね、だいたい固定されてんだよね。そもそももうこういうものばっかり考えちゃって。であと鉄板をこのパネルみたいにこうレーザーカットでこう柄にしてくり抜いたやつとか、なんかそういうのも一回ね考えてて、で何の柄がいいんだとか、そういう話も多分してたんだよね。ただこんなにコンパクトにするのに、なんでこのいきなり付属品の五徳がこんなでかいんだっていうそれが結局許せないってなって。許せない。だからあっちゃんここやっぱ棒かけようよって、せっかく作ったんだからって言って角棒とかいっぱい持ってきてやったけど、ここにねうまく入んないんだよね。入んないです。あれってこの棒が入るじゃんって言って入らないの。これちょっとこの角度もこれ実はね綺麗な扇形じゃないんだよね。少しいびつになってんだよね、実はね。ロダン自体がこことここの角度は何度か違うよね。ちょっとずつ違うんですよね。っていうことはここの穴もここの穴もちょっと違うんだよね。そうこの隙間の加減で、ここの幅が変わるんでね。そうからスタートしました、このレクターは。でそもそもこの形は、アメリカなのかな。海外の人でアメリカンヴィンテージ、そう僕の大好きな先輩だったり大好きなお友達がやっぱねこの使ってたんでしたっけ。そう僕もね海外のいろんなの見てたら、
海外の方が要は直火でなんかバーベキューみたいのをやるときにこういうやつのねめちゃくちゃごついのがあるんだよね。そうかっこいいのがあるんだよね。こうめっちゃ太いのでバタンバタンバタンってやって肉置いて焼くとかそういうのが、でそれがヒントになって、あこの分割でやったらいいんじゃないかなっていうので、この発想に変えたんだよね。誰もいない、これをやってる人は多分誰もいないということで、そういうところからこのあばらが始まったんですけど、まあ、これも結局ねこの曲げ具合とかさ、そうここのかかりのね、そう海外だとねただの丸棒がドンって乗っかってるだけなんだよね。この引っかかりとかここはないんですよね。スプーンみたいになってるね。そうなんです。やっぱここは日本人なんでね、ちょっと攻めたいところ、攻めたいところね、乗っかり具合多少いびつにはなってるんですけど、量産型なんで形は整うっていうことで、であとねこれはね意外と早くいったよ。そうでしたっけ？もうイメージができてたから。これよ、これね、ここね、おばあちゃんのこれ表現がこのね見えない、わかんないかな、本物はこれです。太さがね違うんですけど、全然違う。最初初期はこれでかかるじゃんってかかるんだけどはまんないんだよね。そうなんか下までねいろいろね変だよってことになって、どこまで細くすんのっつって、これで細いのかけてみて、これじゃあ鉛筆削りみたいにこれできませんかっつっても言われてる業者さんはもう謎だよ。頭おかしいんじゃないかと確かに何個も作った。だからこれもうちょいこうもうちょい作ってましたね、って言ってこれが出来上がって、でそこからじゃああばら行こうかっつってあばらをね相当作ったよこれも。作りましたね。で量産に行くとこまでは結構作ったこれ。そうこれ結局ねここの高さね、ロダンのここも使うんで、そうなんです。こっちに置いた時にバランスがいいっていう、そうこことここの高さが合うようにみたいのでなってるんですよ一応。確かここにかけた時のこの心棒の高さと、プラスこの巻いてここの上の高さ、っていうので結構やってましたよね。やってた、なんかね、すごいやってた。なんかないかなケトル的なものが。ケトルじゃないけどいいちょっと雑になっちゃうんですけど、まあこれケトルだったとしたらもうこう分かるかな、こっちまでかけたい、使いたい。そうねこう、まあちょっと危ないですけど、こんなでかくないけど本当は、ここにこうだけじゃなくて、こっちも使ってっていう想定だったので、これをねある程度合わせなきゃいけなかったね、ここの高さのところをねのためのここが鉛筆削りになっているということだった。まとめちゃうとこう誰もやってなかったのとね、アメリカンヴィンテージ、このカウボーイスタイルをやっぱりロダンに組み込むっていう、もうこの前もそうだけどさ、暖炉のこの前の雰囲気ね、雰囲気を作っているっていうところではね、これはぴったりだなっていう。そうですね、そう雰囲気はすごいいい感じにあとこれじゃあ何本にすんのみたいなのとかね、それもあった。それね4本か5本で確かすごいね、ちょっと言い合いになった気がする。なった4本でいいよって、いやそれじゃかわいそうだよって、4本これだもんね、つまんないよこれだけじゃ。ここの隙間どうするんですかってで、あとここのね短手の可動域、ただね輪っかをねこっちにすると可動域が広がるんです。少しちょっとね、そこね3ミリぐらい。それ嬉しくないか、3ミリ寄っても。ほらこう上がるから、そうそう。だから俺はね最近割とこうして使ってるんだよね。これね、そう皆さんこっちからかけんのかこっちからかけんのかって結構分かんない方いると思うんですけど、明確にどっちっていうのはないです、ね、ないんだけど、でも好みじゃない？ただね最初にやってたのはね、こっちのが俺はかっこいい。これが苦労したからさ、この耳かきが、結局これを見せたくてこっち向きにしてたんだけど、最近はもう俺もだいぶ使い込んだプロになってきてんで、こっちかな。なるほどね。僕はなんかこっちだとこうやんないけど、やった時にこう火の中に入るの嫌だなと思ってこっちにしちゃう。なるほど。ここでこう止まってくれるから。それ開くことある？ないでしょない。確かにね、なんかね、ない酔っ払い出して何かやった時にこうなっちゃった時においってなる。
なるでしょ。慌ててね巻きばさみでこれ戻しゃいいんだけど、そうなんか手入れたくなっちゃうんでね、チンチンの中に。そんな時は便利グッズのパルスを使ってください。そうですね、そうですね、それが一番使いやすいと思いますまだちょっとこれ逆さにしちゃったんですけど、そうね、まあこの掛けの方向についてははい好みで、好みでねいいと思います。あと材質はね、基本ね今鉄なんですよ。鉄だった。そう、初期モデルはオール鉄オール鉄なんですよね。はい、でその後にあんまり重いのを乗せる想定ではなかった、大体ね2キロ、一応説明書に書いてあるのかな。ちっちゃいスキレットと夜間ぐらいで使うと、だから大物使う時はなんかこういう風にするだろうよってとかね、そう、なんだけど意外とみんな大物使うんだなみたいな、三蔵工務店信じてくれてるんだと思うんで、質実剛健頑丈なんだろっていうそうですね、はい、っていうのでね、やっぱねちょっと曲がると、ちょっと曲がる、前のがすんごいいろいろテストしてるんですけど、これがねチタン、わかるかな、これいがみがね歪んでんですよ。つってからこう、はい、いろいろやったんだよね。だけどチタンはめちゃめちゃ高いけど結局熱に弱かったです。そう弱かったですね。あとはね、これがね中空ステンレス、これ中空のステンレスの肉厚が何ミリ何ミリ何ミリっていうのも全部決めてねテストしたんです。これ 1.0 はい。でね、ステンレスの中空も曲がるんですよ。結局曲がったんでしたっけ。結局曲がるんですよ。でもこれ強い方なんですよね。確か中空って純度の高いステンレスの中空を使ってやって、まあそもそもグレート使ってあれ中空で強かった曲がらない、そう曲がんないんですよねあれね。だから中空がいいんじゃないのって思ったんですけど、ここ蓋するから熱が逃げないのかな、どうなんだろう、そこら辺はねそこまでの研究が いけてないんですけど、ただ実践で何回もやり直していて、で結局良かったのが純度の高いステンレスね、はい、の丸棒、身が詰まった丸棒、あれが調子よくて、バージョン2ね、多分これそうかな、そうバージョン2になってます。これアップデートされてるんですよね、これも鉄かな。いやこれでもステンレス、本当、じゃちょっと舐めてみてわかるかい質感が違うんほら。そうなんです。でそもそもこの最初のレクターの重いわ、これステンレス、最初のレクターの棒も多少曲がったりするんですけど、ハンマーで叩いたりするとまあそんな雑なものだったんだよって言うんですけど、結局ねやっぱみんないろんなものを載せるっていうことでアップデートしていきました。でバージョン2でお値段がねやっぱ高くなる。純度の高いステンレス、高いんですよ素材がね、どうしたって。そこで悩んだんですけど、でもその心地よく使うっていう部分ではやっぱそこは必要なんではないかということで、バージョン2のステンレスに変わってます。前は後ろはねこのまんまの強度で大丈夫だったんですよね、そうですね、はい、そう今のバージョンはこの前のでね、こっちもステンレスこっちもステンレスしたら多分ね、そうそれはねすんごい高嫌な値段になるんです。ということでこれも散々申した結果です、はい。で今ね後ろにねさっき言ってたここのこのこれすごいやったね、この引っ掛けんとこのこの種類、あ本当だ、ひどいでしょこれわかるかな、この先っこのね具合よ、長さもね実際で歪んできたらどうすんのとかさ、このロダンがね落っこっちゃうよとか長すぎるよとかやったんだよね。そうですね、結構細かいところで変えてんだね。変えてる。この棒の細さであったりとか、こっちは太いんですけど、こんなのも削り具合とか、あとこの削り長さはもう決まってたんですけど、ここどこまでこの削り込むか、であとだから鉛筆削りみたいにした方が良かったっていうね、結果こうそうですね、バカだなと思う。自分でもこんなのこれを研究して多分心折れるよ途中でできないじゃん、この隙間関係ない、意地だよね、もうここの溝作っちゃった時点で。そうですね、絶対できるよって。ここに関しては多分僕よりね三蔵の方が熱心に熱かった
すごいやってた。すごいやってた。体でやるタイプで多分職人さんはねすごい困ったと思う。図面出さないですからね、出さない。もう2ミリとかそんなことやってました。あとはそうですね、恒例のネーミングのところ、はい、これがね最後に決まるんだよね。そう、いつもうちらふざけてるけど名前がねなかなかいつもね大変なんだよね、ネーミングがね。これの時でもネーミングって、結構出てたよ。出てたんでしたっけ？出てた。でもうそれになりかけてたのを変えた。最後あれ何になりかけてたかって覚えてます？覚えてない。俺全然覚えてないんだよな。もう強引にレクターにしたから最後は。それはね覚えてる。強引にね、押し切ってきたのは覚えてる、これ見てってなんか変な説明もした。医者の器具みたいに見えるとかさちょっと強引だなと思ったけど自分で言ってても言ってた、そうですね。で名前の語呂も良かったんだと思う。レクターね、これ実はねだからレクター博士から来てるね。ハンニバル・レクター。あれ羊たちの沈黙、そうです、もともとに出てくる、レクター博士のハンニバルの時にこういうマスクしてるのかな。マスクにこういうのがあって、まあそんなイメージ、恐ろしい感じの、ね、単純なもうそういうイメージでつけたんですけど、こう名前がぴったりだったということで、このネーミングになりました。これでもちょっと気づいてる方はいらっしゃいましたね。いらっしゃいましたね。はい。嬉しかった。そう、買った後とかにサイトの方にレクター博士のレクターですよねみたいなのとか、同じ脳みそなのかなと思ってたから嬉しかったよ。そういう風に見ないでしょって普通は。まあね、いや嬉しかったよ。だからそうね、通ずるものがあるんだなっていうね、分かってくれると嬉しい。意味深に名前もつけてるからね。だって気づかなくていいみたいな感じだもんね。だってまあそうですね、そうだ、ちょっとねネーミングは結構ねマチルダとかもそうなんですけど、そうですね、意外とやっぱね海外のアメリカの映画、とかから撮ってみたりとか撮ってるのはあるかもしれないですね、意外と。ただ普通の女優さんとかじゃないね。ちょっとやっぱぶっ飛んでたり役柄がちょっと猟奇的だったりとか、なんかそんなところから探し出すっていう、普通じゃ嫌だ。でこれも猟奇殺人鬼だからね。まあこれは一番ちょっとねそういう意味でははい、そうですね。ってことで、そうこれねこれから検討してる方、最初にちょっと話したけどに向けてね、このなぜこれがロダンにはいいかみたいな、ちょっと話せればっていうのもちょっと思うんですけど、そもそもなんだっけ、このぐらいのサイズのって、結構曲がるやつ多いんですよね。多いんです。でかいの多いんです。あれ何でしたっけ、昔からあるさ、この長いやつ、ブッシュクラフトで使うやつね。俺も買ったよ。そう一瞬だった結構一瞬でへなってなるだよね。だミヤさんのはこれご得用途じゃないけど曲がらんかったね。曲がらんかったんですよね、っていうのはあるんですけど、結局ねでかいんですよこの距離を持たせようと思ったらね、まあまあ強烈なものを作らなきゃいけないの中では今はなかなかのところまで来てるんじゃないかなと思います。そうなのでね、ぜひね、ロダン検討してる方はこのセットで、あとはねやっぱ収納はね、でもこの長さは結局ね、ほらパルスケース、レクターケースって出してた、合体できるようにってさしたじゃん。あれはね、長さのものをでキャンプギアでいうとまあまああるんですよ。そうだからね、この筒になれば、まあ邪魔じゃないよねっていう話で、要はこのサイズ感ならいけるよっていう、結局これだからねみたいな話、結局ねバラすともうこんななんですよね。で五徳って言われるものでこれになるってまあ多分あんまりないと思うんだよな。俺あんま見たことない。これの、元ネタになったやつはもっとごついからね。そもそもめちゃくちゃでかいですから、あれはゴリンゴリンなんかもう太いから、もうこんな感じだったわ。あばらなんか確かめちゃくちゃ太い。ロングとショートみたいなのがあったと思うんだけどね。そうまあまあごついんです。なのでここまでコンパクトになるね五徳はねないんですよ、意外と。であとはまあこのケースね、専用のケースも作ったので、これに入れるとまあ短いじゃない、小さくなるっていう、コンパクトに。でここでね、そういえばケースにも触れようかなって
入れ方ね、これあるんですよ、ポイントが1個だけね。こう出ちゃうので下がここでこう一応あれなんだよね、止まるぐらいでここでストップさせた方がいいんだよね、確かね。じゃないと伸びてくるとズズズって下になるっていう。でも出ないようにこれもこだわったんだよ、だから実は。いやこれだと出ちゃう、あれだと出ちゃう。そうじゃあもうできないじゃんってまたなるんだよ。そういつも途中で一回ねできないじゃんって言い出すの。言うでね、ヒロさんに笑われるのまたやってんのっつっていつもできなくないみたいな。確かに言われたことあるかこれここで引っかかるように一応作られてるんだけど、あと入れる順番もあるんですよね。あります。こっちはね入れちゃダメ。こっちね、こっち入れちゃダメなの。スポスポになっちゃうんですよ。ここがそう棒が入ってないの。こっちはね短い棒が入ってる方なんで、こっちはきついんですよね。これで収まる。そうこれがねちょっとポイントなんです、で、取るときはどっちからでもいいのか、入れるときだよね、入れるときはこの棒を先に入れた方がいいんだよね、確かね。で抜いた棒をこう刺して入れていくと、そうこれ抜くとこうですね。確かに楽でしょ。俺こうやってやったことないかも。そうなってるんですよ。こうやってやったことないかもしれない。確かに。ともうこう出来上がってる。でこれでトン。そうトンってすれば、こう早い。レバー。何これ。何この青年の仕方。ラウンドクルーザーみたいになってる。パルスケースとレクターケースの連結法については YouTube で残ってますので、ぜひぜひ見てください。見ていただければ。あれ誰も意外と見てくんないんだよね。すごい残念だったんだけど。最近ね、でもだいぶ見てくれて、なんか車の方が見てるのかな。そうですね、車はやっぱり人気ですね、キャンプの方も見てほしいですね。見てほしいんですよ。あっちゃん自分しか見てないって噂を聞いたんだけど YouTube の、いやそんなことはないですよ。そういう噂だと思います。噂かな。なんかどっかで聞いたんだよな。自分のがちゃんといけてるかいけてないかの確認しかしてないっていう。それはね、昨日俺が言ったわ。ひどいなと思ったよ。そんなことないです。ちゃんとチェックはしてるよ。文字チェックとかいろいろ。俺ね結構自分で見るの。ただまだうちらもほら始まったばっかだからパワー不足もあると思うんだよね。そうですね。そういったこのお話も欲しいですね。ちょっとこれやってみてとかね。やれる限りのことはやっていきたいと思うので。そうね、ちょっとなんかこれやってほしいみたいな、無茶犯罪になるのは嫌ですけどね。そうだね。なんかやっちゃいけないとこで焚き火してくださいとかさ。そういうのは困るんですけど、常識的なやつでね。もういい年なんで捕まらないやつでお願いします。いいなと思うんですけどね。そろそろどうですか、お時間ですかね。はい。でここで告知なんですが、オンラインからレクターパルス販売予定ですね。なってます。レクターパルスケースも出るとか出ないとか同時にね。まあ同時に買いたいですよね。同時に買いたい。あと3月31日アウトインパクト、あと大島園さんと被ってるんですけど、イベントはアウトインパクトは九州ね。九州のイベントは僕らが行きますね。であと同日に大島園さんのコネクトアップやつが栃木県です、そちらには嫁蔵が行くっていうことなんですね。ぜひぜひお近くの方は行ってくださると嬉しいです。っていうことで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、長々とお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。あとはグッドボタンねとコメントね。あとはちょっとやってもらいたいこと、そういうのも嬉しいです。では信じるか信じないかはあなた次第。